AnyCubic Mega Zero 2.0 FDM 方式 3D プリンターメンテナンス記録ファームウェア更新作業編2021年6月ビッグトゥリーテック SKR ミニ MZV1.0 と TFT35MZV3.0 へ交換したことに続きファームウェアを更新します。マーリンは公式サイトからバージョン 2.0.9.1 をダウンロードしました。ちなみに SKR ミニ MZV1.0 のファームウェアはマーリン 2.0.7.2 がベースになっています。TFT35MZV3.0 のファームウェアは GitHub に公開されている最新のものを使用します。マーリンは 2.0.8.1 以上を要求しているので本体側のバージョンアップが必須となります。いくつかの設定を有効にするよう書かれているのでとりあえず素直に従います。ロングファイル名のサポートの設定が実は存在していました。前回はconfiguration.adv.h の方は特に変更していなかったので 8.3 形式のファイル名表示になっていた模様です。メインボードとの接続について説明が書かれています。そして画面デザインについてはいくつかのテーマが選択できるようです。更新方法はファームウェアファイルと画像などの関連データを SD カードにコピーしておき、挿入した状態で起動すればアップデートが自動実行されます。個人的に気になるのはサムネイル画像を表示する機能が実装されていること。クーラプラグインを使って G コードにサムネイル画像を埋め込んでおくとディスプレイに表示してくれるというものです。そのプラグインについても GitHub で公開されています。このようにサムネイル画像でファイルを選択できるようになるのでかなり高機能化した印象となります。何より直感的にわかりやすいです。ビジュアルスタジオコードを使ってマーリンの設定ファイルを修正しました。膨大な項目がありますが、元の設定ファイルと比べながら必要に応じて値を修正しました。マーリンの自動ビルド機能を使用してビルドします。拡張機能のおかげで、マーリンのバージョンやターゲットデバイスの設定状態が確認しやすいです。タッチスクリーンのファームウェアも設定ファイルがあるので、設定内容を変更します。と言っても実際に変更したのは1箇所のみです。本当はきちんと設定を見直した方がいいのですが、とりあえずファームウェア更新で正常に動く状態にできることを確認します。変更したパラメータはサムネイル用のパーサー設定です。こちらは自動ビルドツールがないので、プラットフォーム IO の直接操作でビルドを行います。さて、ファームウェアの準備ができたところで、早速実機に適用していきます。
まずはメインボードの方から SD カードを入れて起動します。特にスクリーンの方にはアップデート中などの情報は表示されません。ノープリンターの警告メッセージが消えれば更新が終了して再起動できた状態です。前回の動画で更新を実行すると、ファームウェアのファイル拡張子が PIN から UPD になると言っていましたが、正しくは GUR に変更されます。適用済みのファームウェアファイルであることがわかるようになっています。現時点はメインボードのみをアップデートした状態です。とりあえず SD カードの中を見てみると、ロングファイル形式で表示されるようになっています。これで新しいファームウェアが適用されている状態であることが分かりました。タッチスクリーンの情報を表示すると、現在のタッチスクリーンのファームウェアは 3.0.26 であることが分かります。電源を落として早速タッチスクリーン側のファームウェアも更新していきます。タッチスクリーン側のカードスロットに SD カードを挿入した状態で電源を入れます。かなり外側に飛び出していますが、これで正常な状態です。なぜか画面が上下反転しています。更新が始まりました。こちらは画面があるので、進捗状況を表示してくれます。GUI で使用される画像ファイルが更新されていきます。テーマを変更する場合は、完全に画像ファイルを入れ替えるようで、動的に切り替えられるものではないようです。タッチスクリーンの調整が実行されます。調整が終わると、勝手に再起動がかかりました。いきなり警告音が鳴ってしまいました。どうやら、ベッドレベリングを有効にできなかったという警告のようです。自動レベリングのためのセンサーがついていないので、動かなくて正常です。ファイルビュアーのリストモードをオフに変更しておきます。タッチスクリーンの情報を表示すると、表示される項目が変わっていました。現在のタッチスクリーンのファームウェアは 3.0.27 に変更されたことがわかります。また、メインボードのマーリンバージョンも一緒に表示してくれるようになり、2.0.9.1 になっていることが視覚的に確認できました。この新しいブリーフボタンは使い方がよくわかりません。メインボード側の SD カードを開くとエラーが表示されました。SD カードを挿入すると一覧が表示されるようになりました。リストモードをオフに設定したのに特に表示方法が変わったようには見えませんでした。リストモードをオンに戻してみましたが、特に変化が見られません。カ
画面が上下反転しているのを変更する方法がわからなかったのですが、ようやく見つけました。実行すると、また、タッチスクリーンのキャリブレーションが表示されました。これで、スクリーンの向きは正常方向に戻りました。スクリーンを長押しすると、モード切り替え画面に変わります。マリンモードはケーブル接続方法が異なるようで、正常に表示されません。タッチモードに戻します。試しにメインボードの方からタッチスクリーンの SD カードスロットに入れ替えてみます。すると、まさかのサムネイルが表示されます。テスト的に一つしかサムネイルを埋め込んでいないので、絵が一つ表示されているだけですが、確かにスライスを行ったモデルの形状が確認できます。もう一度メインボードに戻してみると、またリスト表示になりました。つまり、タッチスクリーン側の SD カードスロットでないと表示できない仕様のようです。おそらく、USB ポートの方もサムネイルが表示できると思います。それにしても、タッチスクリーン側のカードスロットや USB ポートは使用するつもりがなかったので、ケースに穴は開けていませんでした。しかも、SD カード側にはフレームがあるので、そもそも出し入れは不可能です。かといって、サムネイル表示を諦めたくないですね。とりあえずテスト印刷を実行。ちょっと印刷が汚くなっています。ベッドの高さ調整が狂った感じで、場所によってムラになっています。印刷を中断します。ここで、ブリーフボタンを押してみました。すると、印刷に使用されたフィラメントの長さや印刷時間の情報が表示されました。どうやら、直前の印刷実行に関する情報を見るためのボタンだったようです。レベル調整を行います。設定ファイルの方で、四隅の4点から中央を加えた5点で調整できるように設定してみました。中心と周辺で結構高さの差があったので、中央が確認できるようになったのは良かった。しかも、オフセット値を任意で指定できるようになっているので、より狙った範囲で調整できるようになりました。ベッドとノズルのプレヒートを忘れていたので、設定します。調整時は、印刷状態に近い温度状態で確認しないと、熱膨張の影響でギャップが変化してしまいます。中央を調べていますが、異常にギャップが少ない状態になっていました。やはり一筋縄にはいきませんね。ここで、オフセット値を任意に指定できます。値を大きくすると、より中央寄りの位置に移動します。
と調整を行ってみたのですが、テスト印刷をしてみると、やはりまだ高さが適切ではないのか、かなりムラが残っています。まだまだ調整が足りていない感じです。続く